この動画は、東方プロジェクトの二次創作なのですね。妖怪の山も、すっかり秋模様ね。そうですね。あちこち取材に出かけても、特に目立ったこともなく、秋になってしまいましたね。お姉ちゃん、目立ったことなら今、目の前で起こってるわ。ほら、葉っぱが赤くて綺麗だわ。いくら妖怪の山の秋が綺麗だと言っても、私たち天狗にしてみれば毎年のことですからね。秋になっても紅葉しないか、葉っぱが青く変色するくらいのことが起こらないと、とても記事にはなりません。記事にならなくても、こんなにも綺麗なら、私は毎年でも飽きないわ。だって、高魔館にいた時は見られなかったもの。そういえばフランさんは、妖怪の山の紅葉を見るのは初めてですか？フランさん、今日は山のふもとから守谷神社まで、散歩でもしましょうか？え？今日は取材には行かないの？フランさんはまだ、妖怪の山のほんの一部分しか見ていませんからね。ここよりもっと綺麗な場所がありますから、いろいろ見て回りましょう。いわば今日は取材兼、休暇です。やったー。今日はお姉ちゃんとデートね。いや、デートとかそういうのではなく、山の案内をですね。わかってるわお姉ちゃん。表向きにはそういうことにしておけばいいのね。もう、本当にテレ屋さんなんだから。だから違いますって。フランさん、私の話をちゃんと。もちろん、よく噛んで聞いてるわ。熱愛発覚の記事は自分で書きたいからよね。噛み砕きすぎなんですよー。やはり妖怪の山は、秋が一番気持ちがいいですね。特にこの紅葉を眺めながら、秋の味覚を味わうのは格別ですよ。この景色を見ながらだと、何でも美味しくなりそうだわ。そういえばなんだか、お芋の甘い匂いがするわ。この紅葉と秋の実りは、二柱の神様によってもたらされているのですよ。ほら、ちょうどそこにいます。紅葉を司る神様、秋静葉さんと、工場の神様、秋実り子さんです。妖怪の山の秋といえば、この秋姉妹が主役と言っても過言ではないでしょう。でも、なんだか険悪な雰囲気だわ。一体どうしたのかしら？それはですね。毎年言ってるけど、まだ気づかないようね、みのりこ。秋といえば紅葉が一番だってことに。姉さんこそ、みのりの秋こそが秋の象徴だってことを認めるべきだわ。紅葉なんて葉っぱが赤くなっただけじゃないの。とまあ、こういった感じで毎年、どちらの能力がより秋らしいか、言い争っているのです。なんでそんなことを。普段から見たらどっちもすごいのに。まあ、姉妹と言っても譲れないものがあるのではないでしょうか。でも、冬になると二人揃って暗くなるという、可愛らしい一面も。フランさん。誰？あなた。私はフランドール・スカーレット。あなたたちに言いたいことがあるの。邪魔をしないで。今、私と姉さん、どっちが秋の主役かはっきりさせようと。いいから黙って聞きなさい。はい。お姉さんの方は、紅葉だったわね。やっぱり紅葉が秋の主役だと思うのかしら？そりゃそうよ。この赤く染まった妖怪の山を見たら、誰もが秋が来たと答えるわ。つまり、それを司る私こそが秋そのものよ。そうね。私もこの紅葉を見た時は感動したわ。でもね、お腹が空いたら人は紅葉を見る余裕なんてなくなるのよ。実りのない秋の紅葉は、ただの赤い葉っぱでしかないのよ。そんな、私は、秋になれないの？これではっきりしたわね、姉さん。やっぱり工場こそが秋の象徴、たわわに実り子。私こそが秋そのものね。そうね。確かに実りは大事だわ。でもね、目で楽しんで心で感じる、綺麗な紅葉がない秋なんて、誰も秋が来たなんて思わないわ。お腹は満たされても、心の空腹は満たされないのよ。そんな、私は、秋じゃなかったの？実りがないと、秋になれない。紅葉がないと、秋じゃない。つまり、私に必要なのは、そうよ。あなたたちは、二人で一つの秋なのよ。さあ、妹さんが実らせたこのお芋を、お姉さんの力で落ちた葉っぱを集めて、美味しい焼き芋にするのよ。二人で、一つの、姉さん、みのりこー、姉さん。やっぱり姉妹は、仲良くあるべきよね。でもフランさん、レミリアさんのことを、あいつ呼ばわりしてませんでしたか？お姉ちゃん、それは照れ隠しみたいなものよ。私はお姉様のこと嫌いじゃないわよ。それより、今がシャッターチャンスよ。はい。すっかりガイアの気分でした。では、今年の秋が、良いものになるように願いを込めて、俺たちの
の秋は、これからだ。でも、お芋は石で焼いた方が美味しいですよね。お姉ちゃん、それあの二人の前で言っちゃダメよ。今年も随分と役が溜まったね。それじゃあ、役を流し終えたら、定期会合を開こうか。私もお話の続きが気になるから、早く済ませるわね。焦らなくても大丈夫さ。ちゃんと歴史に残しておいてくれるからね。おっと、これはちょうどいいところに。流しびなの最中ですか？ニトリさん。これは、天狗様と吸血鬼様じゃないか。今日も取材会？取材兼、休暇といったところです。フランさんと一緒に山を見て回ってるのですよ。ねえねえ、ニトリちゃん。あのお姉さんも神様なの？あ、そうだよ。彼女は影山ひな。厄払いで払われた役を集めて、役が人間に戻らないようにしてくれている、役人様なんだ。人間の味方だから、私とは何かと気が合うのさ。人間好き同士の集まりというわけですね。しかし、まさかあなたもおるとは思いませんでしたよ。上白沢さん。いやー、私も人間が好きだからな。こうやって定期的に集まって、人間について語り合ったりしてるんだ。丁寧先生も大事な仲間さ。それに、先生の書く小説が面白くてね。ファンとして楽しみでもあるんだ。好きから来たお姫様と、不老不死になってしまった人間が主軸で、お互い争いながらも、認め合っていく物語だもん。たまらなくて。上白沢さん。それ、実録ですよね。まあ、そういう歴史の残し方もありということだよ。それじゃあ、私はそろそろ流れていくわね。飛び込むから、少し離れていてね。その前にひなさん、写真を1枚よろしいですか？今の私に近づくと。厄いわよ。いくら天狗が流行っても、降りかかる厄災からは逃れられないのよ。だから、私がその役を持って行ってあげるわ。おお、今年の飛び込みはキレがいいね。流しびなって、こんなのだったかしら。そういえばニトリちゃん、フランのカメラ、なんだか変なの。壊れちゃったのかい？それなら、この試作品の新型カメラを使いな。ちょうどテストしてくれる人を探してたんだよ。わあ、新型で試作品なんて、主役メカの乗り換えみたいね。お姉ちゃん、フラン、これでお姉ちゃんを撮りたいわ。私を撮るんですか？被写体になるのは好きではないのですが、フランさんの頼みなら仕方ないですね。大丈夫よお姉ちゃん。可愛く撮ってみせるわ。ってこらー。何よその棒立ちは。そんなので世界を狙えるわけないでしょ。ダメですか？当たり前よ。そんな立ち方していいのは身体測定の時だけだわ。足を内股気味に、三筋をイメージするのよ。頭は顎を引いて、目は相手を覗き込むように上目遣い。あざといなんて言葉はないわ。照れや恥なんかしてるのよ。どうですかフランさん。私今、可愛いですか？今、世界の中心は間違いなくお姉ちゃんよ。もう、ウサギにだって可愛くないなんて言わせないわ。天狗には避けられちゃうか。もっとチャージの時間を早くしないとダメだね。何ですかこれは。カメラじゃなくて破壊兵器じゃないですか。上白沢さんも、こんなもの歴史に残さなくていいです。ニトリちゃん。やっぱり、前のカメラを修理してほしいわ。おや？お気に召さなかったかい？それならしょうがないね。そんな危険なものは誰も欲しがらないと思うのですが。マリサのマスタースパークに対抗してみたかったんだよ。これくらいならすぐに直せそうだ。新品同様にしてみてるよ。お姉ちゃん。フラン、カットの技術を見てみたいわ。修理が終わるまでここにいていいかしら？フランさんは好奇心の塊ですね。では、私は一足先に、この先の滝へ行きますね。もみじちゃんのところね。わかったわお姉ちゃん。もみじによろしくねー。レーザーがダメなら、紫外線照射装置でもつけようかね。ダメよ、フラン焦げちゃう。しっかりと見張ってますか？もみじ。あなたが来るまではね。
こらこら。半人半霊の庭師じゃあるまいし、いきなり切ろうとしてはいけませんよ。あなたが顔を見せに来ると、いつもろくな目に遭いませんからね。あやややや。私が何かしましたか？聞かせてあげましょうか。コーマ館から帰ってきた時、あなた、私に変な飴を食べさせようとしましたよね。ああ。それはもみじをもっと可愛くしてあげようとですね。余計なお世話です。それに、吸血鬼まで連れて帰ってくるなんて、連れてきたというより、ついてきたって感じなんですがね。どっちにしても同じことです。100歩譲って連れてくるのはいいにしても、話し飼いにするとはどういうことですか？ちゃんと見ててください。いやあの子は見るもの全てが珍しいのですよ。だからあまり束縛するのはかわいそうかなと。連れてきたのならそれなりの責任を持ってください。次に、冥界から帰ってくるなり、いきなり私の尻尾を好き放題してくれましたね。冥界で強烈な二両攻撃を仕掛けられましてね。もみじのおかげでなんとか切り抜けられましたよ。けど、あなただって気持ちよさそうにしてたじゃないですか。それは、尻尾は敏感だから。それと、あなたに触ってもらえたから。何か言いました？なんでもないです。最後に、私の剣を勝手に持ち出した挙句、追って帰ってきましたね。それはまあ、私もあんな簡単に寄れるとは思ってなかったので。ちゃんと新品で返しましたし、それでチャラにしてください。まあ、それはちゃんと謝ってくれましたから、許してあげます。でもこれ、以前のものより手に馴染む感じが。あんな折れやすいものは危ないですからね。それは里の鍛冶屋で売ってもらった剣です。あまり良い鉄ではありませんが、100均のものよりかは丈夫でしょう。それって、私のために丈夫なものを。とにかく、あなたはフラフラしすぎなんです。そのままだと、この駒のようになってしまいますよ。飛車ですか。確かに私といえばこの駒でしょうね。あやややや。裏に何も書かれていませんね。つまり、このままだと、成り上がれないと言いたいわけですか。では、私からはこの駒を返しましょう。やっぱり、私は不老ですか？そりゃそうでしょうね。あなたから見たら白老天狗なんて、下っ端の不老でしか。負のない将棋は負け将棋。この言葉の意味、わかるわね？飛車が大きく動けるのは、不老がいてこそ。あなたたち白老天狗が、妖怪の山を守っていてくれるから、私のようなカラス天狗は安心して外へ出かけられるの。だから、もみじには感謝しなきゃいけないわね。なんですかいきなり。そんな急に思い出したかのように褒められても、全然嬉しくありません。そう言って今までしてきたことをごまかそうだって、そうはいきま。ごめんなさい。大丈夫ですか？あやややや。とうとう狼さんが牙を剥きましたね。なすすべもなく、押し倒されてしまいました。さあ、次は何をされてしまうのでしょうか。次って。フランがいないうちに抜け駆けしようとしたって、そうはいかないのよ。残念です。もう少しだったんですけどね。お姉ちゃんも、なんでされるがままなのよ。いやもみじは可愛いですからね。悪い気はしないなと。それなら、フランがいくらでもしてあげるわ。そうですね。フランさんが大人になったらしてもらいましょう。こうなったら猫みを狙うしかないわ。怖い怖い。やっぱり私は、あと一歩が届かないのね。大丈夫ですか？もみじ。全然平気です。平気ですからもう、放っておいてください。あやややや。精神的なダメージの方が大きいみたいですね。ちょっと強く噛みすぎちゃったかしら。お姉ちゃん。いつもありがとう。もみじ。次の場所を見に行きましょうか。それで大丈夫なの？もみじは不屈の不老ですから。では、行きますよフランさん。お姉ちゃん、待ってー。
ろうだっていつかは、あなたを守る金賞に。とても大きい穴だわ。お姉ちゃん、この下には何があるの？この穴をずっと降りていくと、キュートと呼ばれる都があり、そこには封印された妖怪や、鬼が住んでいるのです。キュートはもともと地獄の一部で、その中心には灼熱地獄跡があり、それに蓋をするかのように、地霊殿という建物が建っています。わあ、地面の下にも建物があるのね。お姉ちゃん、キュートに行ってみたいわ。その先に行っていいのは嫌われ者、死にたがり。そして、ただの罪人だけよ。おや？あなたは確か。私はフランドール・スカーレット。お姉さんは誰？私は茨河仙。ただの行者ですよ。この人は最近、白霊神社によく現れる仙人ですね。妖怪の山に住んでいるとはいえ、こんなところに来るとは。仙人というのは変わり者ですね。あなたたちこそ、こんなところに来て一体何をしているのですか？旧地獄への入り口なんて、近寄っていいところではありません。この子と一緒に山を見て回っているのですよ。フランさん、仙人もああ言ってますので、一人でここに来てはいけませんよ。一人じゃなくても、ここには来ない方がいいです。この穴だって、できれば塞いでしまいたいくらい。それはやはり、人間のためですか？人間のためか。私はただ、人間と旧地獄のつながりを。河川さん。もちろんです。人間に危険がないようにです。妖怪の山には、人間の味方が多いですね。そういえば、河川さんを記事にしたことはなかったですね。仙人の姿をありがたがる人間もいるそうなので、ここは一つ、じっくりと写真による取材を。あら？後ろにいるのは何かしら？何もいないみたいですが、いくら地底への入り口だからって、そうそう地底の妖怪が出てくるわけが。あやややや？カメラはいずこに？大丈夫よお姉ちゃん。フランのカメラがあるわ。なんですかそれは。カッパの腕です。二人には申し訳ないですけど、私の存在をむやみに広められるわけにはいかないので。いつの間に私のカメラを。河川さん、あなたは一体。私は俗界に興味を持った、ただの仙人ですよ。どんな人にも、知られたくない秘密というものがあるのです。あなたもあまり人の秘密に迫ろうとすると、怪我をしますよ。そう言われると、ますます知りたく。あややややや？お姉さん、消えちゃったわ。これも仙人の術なのでしょうか。人間の強力な味方だというのも頷けます。お姉ちゃん。あのお姉さんから、うまく言えないけど、スイカちゃんに似た雰囲気を感じたわ。スイカさんに？それはつまり、河川さんから鬼の気配を感じたと？よくわからないの。でも、なんとなく。さすがフランさん。気づいていましたか？それじゃあやっぱり。あの人、説教の鬼ですよね。白霊神社で河川さんを見かけるたびに、霊夢さんに口うるさく説教してますからね。あの時の気迫はまさしく鬼ですよ。そうじゃなくて、種族的な意味で。仮に河川さんが鬼だったとしたら、天狗である私が気づかないはずがありませんよ。さあさあ、河川さんのことはまた今度にして、守谷神社へ向かいますよ。気のせいなのかしら。やってまいりました。守谷神社です。この神社はもともとこの場所には存在せず、外の世界から湖ごとやってきたという、エクストリーム引っ越しをやってのけた神社でもあります。そしてここには、八坂かな子、森安和子、越谷早苗という神様がいるのですが、誰もいないみたいだわ。お昼寝でもしているのかしら。かな子さんや諏訪子さんならともかく、巫女でもある早苗さんがいないのは妙ですね。白霊神社にでも遊びに行っているのでしょうか。いいえ、太陽海洋装備を作っていたのです。ようこそ守谷神社へ。あなた方のお相手は、このパーフェクト守谷がいたします。早苗さん。私たちはただ、神社を見に来ただけなのですが、それにその格好は一体。今の私は、かな子様と諏訪子様の力が備わった、まさにパーフェクトと呼ぶにふさわしいアラット神です。この力があれば、妖怪退治はもちろん、信仰を集めることだって偶数段を避けるより簡単です。これぞグレート三神合体。パーフェクト守谷。こっちの巫女は、随分変わってるのね。なんだか今日の早苗さんは、いつにも増して元気ですね。まあ、元気があれば神にもなれると言いますし、面白い格好なので写真に収めておき。それはカッパたちが密かに開発していると噂の、カメラに見せかけた光学兵器ですね。
きっと光子力とか、メガ粒子とか、イムラーとかが発射されるに違いないわ。しかし、持ってくる武器を誤りましたね。紙をバラバラにできるのはチェーンソーだけです。そんなものでは私を倒すことはできませんよ。それが神の力です。いけ、御柱ギフト。あやややや。そんなものまで遠隔操作するとは。確かにかなこさんの力が宿っているようですね。大したものでしょ。うちの早苗は、いたんですかかなこさん。守谷神社の巫女でもあるならば、御柱くらいいずれ使いこなせないといけません。今日はその修行をしていたのです。まあ、遊びみたいなものだから、早苗に付き合ってやってちょうだいな。早苗さんは完全に楽しんでますね。いいでしょう、軽い運動と行きましょうか。これで御柱はもう使えないでしょう？しかし私にはまだ、諏訪子様の力が残っていますよ。いけませんね。まだ一人で妖怪退治もできないようでは。私が個人レッスンでもしてあげましょうか？おっと。その相手は私がいくらでもしてあげるよ。諏訪子さん。まさか本人が出てくるとは。今の私は早苗のサポートキャラさ。だから、私とも遊んでくれるんでしょ？あ、ダメですよ諏訪子様。あやさんは私と遊んでるんですから。見てるだけじゃ暇でしょうがないよ。天狗だって長生きしてる方がいいでしょ？おお、両手に花ですね。しかし今日は、フランさんと神社を見に来ただけなのですよ。あら、参拝目的だったのですか。ということは、あれは普通のカメラだったのですね。カッパは精密機械を作れるのに、やることが大げさでいけないね。まあ、久々の参拝客だ。お賽銭たくさん入れてってよ。第一しか入ってないおみくじもいかがですか？当たりと外れがありますが。外れ？さあさあ、せっかく神社に来たのですから、交通安全、無病息災、合格祈願、何でも聞いてあげるから言ってみなさい。山の神である、私がね。その山の神が目の前にいるのに、願い事はこちらにいるのですか？まあ、こういうのは形が大事なのですよ。お姉ちゃん、お願い事って、神様に言うの？そうですよ。ここには3人も神様がいるのですから、きっと誰か叶えてくれるでしょう。私はやっぱり、新聞の購読者がもっと増えるように。フランさん、配電はあっちですよ。私のお願い事は、お姉ちゃんともっと仲良くなれますように。だから、このお願い事は神様じゃなく、お姉ちゃんに聞いてほしいの。あやお姉ちゃん、フランのお願い事、叶えてくれる？私の願い事は、フランさんともっと仲良くなれますように。フランさん、私の願い事、叶えてくれますか？これじゃあ私たちの出る幕がないじゃないか。うちには縁結びの飲料石があったはずだから、それの効果が出てるんじゃないかしら。いえ、かなこ様。あの二人からは、神の力でも結ぶことのできない、強いつながりを感じます。それに、縁結びというのはきっかけを与えるだけに過ぎません。その後の絆を育むのは、神ではなく本人たちなのですから。おー、早苗も言うようになったね。ほんと、少し前まで、巨大ロボは人類の夢です、とか言ってたのにね。いいじゃないですか。人型巨大ロボは全人類の夢なんです。今日は休暇ですが、取材も兼ねて見て回っているのです。さあ、記事にしますから、神様たちの仲の良さを見せてください。魚彩昇福、神願成就、猟奇平流。そして、縁結びはぜひ、守谷神社へ。ところで早苗さん、おみくじ、当たりが出たのですけど。おめでとうございます。守谷神社の文社を作る権利書を差し上げますね。いかがでしたか？秋の妖怪の山は。とっても面白かったわ。お姉ちゃん、早く新聞を作りましょ。おお、帰ってきたばかりなのに、フランさんは元気ですね。今回はたくさんの人を取材したので、新聞を作るのも少々時間が。山の名所巡り。
ご苦労様。あなたたちの撮った写真は、全部念写で見ていたわ。旗手。一体何の用ですか？担当局面見るわよ。あやが撮ってきた写真で記事を書かせてもらうわ。また被写体泥棒するつもりですか？外へ出るようになったと思ったのに、またもう送新聞に逆戻りするつもり？泥棒呼ばわりされるのは心外だわ。あやの新聞は、相変わらず写真はいいのに、記事が全然なってないのよ。だから最高の記事を書く私と、その写真が合わされば、最高の新聞ができるってわけ。写真提供者としてあやの名前も出してあげるから、ぶんぶん丸新聞の知名度も上がるわよ。どう？悪い話じゃないと思うけど。そうね。確かにその方が新聞の人気は出るかもしれない。けどね、私の新聞は事実を事実のまま書くのよ。フランさんと一緒に山を巡り、共に過ごした時間をどう感じたか。その事実は私だけにしか書けない。旗手、この子の温かさが、写真だけでわかるというのかしら？まあ、あやならそう言うと思ってたわ。このまま議論を戦わせても、平行線なのは目に見えているわ。だったら、わかるわよね？いいでしょう。いつも通り、先に3枚取られた方が負けよ。お姉ちゃん、喧嘩はダメよ。白麗神社の新聞を書いたように、また二人で一緒に書けば。フランさん。私と旗手はダブルスポイラー。何度も仲良く書きましょうってわけにはいかないの。それに、時には口で話すより、もっとわかりやすい方法があるってことよ。さあ、行くわよ、旗手。お姉ちゃんがいつもと違うから、戸惑っているようですね。大丈夫ですよ。あの二人は、あれがいつも通りですから。もみじちゃん。あれがいつも通りって。あの二人はライバル同士。常に相手より上へ立つことを意識することで、自らを高め合う関係なのです。競い合うからこそ、より良いものになっていく。二人とも口には出しませんが、お互いなくてはならない戦闘なのです。私も、そんな競い合えるライバルが欲しいと思っていました。あなたはいつもあの人のそばにいますが、私はあなたよりもずっと長い間、あの人のことを見てきたのです。だから、うかうかしていると、私が取っていっちゃいますよ。私がお姉ちゃんを思う気持ちは、妖怪の山より大きいのよ。見ているだけのもみじちゃんに、負けるはずがないわ。私は狼ですよ。いつだって牙を剥くことができるのです。牙ならフランにもあるわ。お姉ちゃんが噛みつかれる前に、また私が噛みついてあげるわ。というわけで、旗手、新聞を作るのを手伝ってもらうわよ。ああ、惜しかったな。あと1枚だったのに。これが実力の差ってやつよ。もっと外へ出て腕を磨くことね。そういえば旗手ちゃんは、なんでお家にこもりがちなの？私も昔は外へ出てたんだけど、膝に青受けちゃってね。その古傷が今も。こらこら、そんなすぐバレる嘘つかないの。一人で外へ行ってもつまらないのよねねえ、フラン。今度私の助手として一緒に取材に行かない？じゃあ、フランが旗手さんについて行ってる間は、私が助手としてついていきます。あら、もみじ。珍しいことを言うのね。見張りはもう飽きちゃった？私はもう、見てるだけじゃないんですよ。お姉ちゃん、気をつけて。悪い狼が狙っているわ。おお、それはいけませんね。噛みつかないように、しっかりとしつけをしなければ。あや、新聞を作るんでしょ？私ももみじの尻尾を触りたいけど、まずはそっちを済ませちゃいましょうよ。それもそうね。4人もいれば、明日までには形になるわ。それじゃあ、新聞を作るわよー。おー。さすが私の作ったカメラだね。綺麗に撮れてるじゃないか。でね、